ゆっくり解説。昭和の男がしびれた東映人気映画魂を揺さぶる不滅の傑作ベスト10。皆さん、こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム。今回は昭和の男たちが魂を震わせた、あの伝説の映画を特集するぜ。なんだかいつもより気合が入ってるわね。伝説の映画ってなーに？理不尽な仕打ちにじっと耐え、義理と人情の板挟みに苦しみ、最後に殴り込みをかける。そんな不器用な男たちの生き様を描いた、魂の映画。そう、今回のテーマは、東映人気映画だ。東映人気映画。高倉健さんや鶴田浩二さんの名前は聞いたことがあるわ。どうして昔の人はそんなに夢中になったのかしら？いい質問だぜ。日本人が忘れかけていた仁義山心を、彼らは命がけでスクリーンに体現してくれたんだ。だからこそ観客は熱狂したのさ。今回は、そんな人気映画の中から不滅の傑作を、ベスト10形式でたっぷり紹介していくぜ。面白そう。伝説のスターたちの活躍、しっかり目に焼き付けなくっちゃ。第10位、兄弟仁義、1966年。さあ、いよいよランキングの発表ね。昭和の男たちを痺れさせた人気映画。記念すべき第10位は、一体どんな作品なのかしら？早速行くぜ。第10位は、1966年に公開された、兄弟仁義だ。歌手の北島三郎が歌う兄弟仁義の主題歌が、映画と一緒に日本中を席巻した伝説の一本なんだぜ。北島三郎さんが主演なの？てっきり高倉健さんとか、俳優さんの映画だと思ってたわ。歌手の人が主演って珍しいわね。そこがこの映画の画期的なところなのさ。この作品の成功が、人気映画のファン層をぐっと広げるきっかけになったんだ。物語は、北島三郎演じる勝治と松方弘樹演じる祐吉。この二人が交わす兄弟分の熱い絆が、涙なくしては見られない物語の軸になっているんだぜ。男の人の友情物語って、なんだかすごくグッとくるものがあるわよね。きっと二人が力を合わせて悪い奴らを倒す、スカッとする話なんだろうな。そう思うよな。だがこの映画は、観客の予想を裏切る衝撃の結末が待ってるんだ。なんと、物語のクライマックス、殴り込みで見事に仇を討つ一番の見せ場を、友情出演だった鶴田浩二が全部持っていくんだぜ。主演の二人が活躍するんじゃないの？それってありなの？ありなんだな。これが、あまりにも衝撃的な展開だけど、それもこの映画が伝説になった理由の一つさ。実はこの作品、当初は低予算で作られたためモノクロ映画なんだ。北島さんの俳優キャリアがまだ浅かったこともあり、そこまで期待されていなかったんだな。でも、そんなハンデを吹き飛ばすくらい大ヒットして、以降のシリーズはカラーで制作されることになった。東映人気映画は高倉健鶴田浩二の2枚看板に北島三郎っていう新しいスターを加えて、盤石の体制を築くことになるんだぜ。ただの映画じゃなくて、映画の歴史を変えた一本だったのね。その通りだぜ。主演スターを食ってしまうほどの鶴田浩二の圧倒的な存在感と、映画史を変えるほどの社会現象を巻き起こしたって点で、この兄弟仁義は絶対に外せない傑作なんだ。第9位、バクト、1964年。北島三郎さんの映画が10位なんて、幸先の良いスタートね。続く第9位は、どんな傑作が待っているのかしら？第9位はさらに歴史を遡るぜ。1964年公開、鶴田浩二主演のバクトだ。この作品こそ、東映画時代劇から人気映画へと、その舵を大きく切るきっかけになった。まさに歴史の転換点と言える一本なんだ。歴史の転換点？なんだかすごい響きね。それって、この映画が公開された時代と何か関係があるのかしら？その通りだぜ、レイム。この作品が作られた1964年っていうのは、東映の看板がまだ時代劇だった頃なんだ。そんな時代劇と人気映画の狭間に生まれたからこそ、この映画には独特の魅力が詰まっているんだぜ。まさに、ここから新しい伝説が始まった。ってわけだな。
時代の変わり目に作られた映画なのね。具体的には、どんなところが他の人気映画と違ってすごかったの？まずなんといってもキャストが豪華絢爛なのさ。主演の鶴田浩二はもちろん、若き日の松方弘樹に里見光太郎、さらに時代劇の大御所月形龍之介まで顔を揃えているんだ。そして極めつけは、新東宝でスターだった天地茂を敵役に招いている。このオールスター感は圧巻だぜ。名前を聞いただけでもドキドキしちゃうようなメンバーね。そんなすごい人たちが、スクリーンでぶつかり合うなんて。だろ？それに演出もユニークなんだ。人気映画のクライマックスといえば、普通は雨の中を番傘さして、ってイメージがあるけど、この映画ではなんと鶴田浩二が馬車に乗って殴り込みに行くんだぜ。まるで西部劇みたいで、その斬新な映像は観客に強烈なインパクトを与え、めちゃくちゃかっこいいんだ。馬車で殴り込み。なんだかすごくおしゃれじゃない。後の作品とは違う、特別な雰囲気がありそうね。ああ。劇中ではバクトと敵屋の違いを説明するセリフがあったり、当時のヤクザのリアルな暮らしを囲うっていう気概も感じられる。豪華なキャストと、定型にとらわれないユニークな演出。この、バクトがあったからこそ、後の傑作人気映画が生まれたと言っても過言じゃない、重要な作品なんだぜ。第8位、人生劇場、飛車閣、1963年。東映人気映画の歴史の転換点となった作品が9位なんて、この先がますます楽しみになってきたわ。第8位は何かしら？ここからはいよいよ伝説の革新に迫っていくぜ。第8位は1963年公開、鶴田浩二主演の人生劇場飛車閣だ。この作品こそ、数々の傑作が生まれる東映人気路線の、輝かしい全ての始まりとなった一本なんだぜ。全ての始まり。じゃあ、この映画がなかったら、後の高倉健さんたちの人気映画も生まれなかったかもしれないってこと？その通りだぜ。まさにこの映画の大ヒットが、東映の歴史を変えたんだ。もともと原作小説の主人公は梅宮達夫が演じた青成良吉っていう青年だったんだが、当時盗撮の所長だった岡田茂が、脇役だった飛車閣を主役に抜擢したんだ。今でいうスピンオフ映画の先駆けだな。脇役を主役に変えちゃうなんて、すごいアイデアね。きっと、それだけ魅力的なキャラクターだったのね。ああ。だが面白いのは、この映画に関わった人たちが、当時はみんな揃って伸び悩んでいたってことだ。監督の沢島忠、主演の鶴田浩二、そして高倉健に佐久間義子。まさに、この一本に全てをかけるという背水の陣で挑んだ、起死回生の一作だったんだぜ。伝説の始まりが、そんな崖っぷちの状態から生まれたなんて、なんだかドラマチックね。だろ？だからこそ、この映画には独特の熱気がこもっているんだ。後の人気映画と大きく違うのは、飛車閣と音よ。そして弟分の宮川が織りなす、男女の三角関係を軸にしたメロドラマの要素が非常に強いことさ。単なる暴力描写にとどまらない、より深みのある人間ドラマとして描かれていて、ヤクザ嫌いを公言する監督が、僕はメロドラマとして撮ったと語るほどなんだぜ。人気映画なのに、恋愛ドラマが中心なのね。なんだか意外だわ。ああ。だからラストシーンも衝撃的なんだ。主人公がたった一人で殴り込みに向かう、一番の見せ場ってところで、なんと映画は唐突に終わっちまうんだ。あとはご想像にお任せします。ってな感じでな。この斬新な終わり方も含めて、何もかもが伝説の始まりにふさわしい、型破りな傑作なんだぜ。第7位、明治狂覚伝、三代目襲名、1965年。人気映画のすべての始まりが8位だなんて、もうお腹いっぱいになりそうよ。第7位は、もっとすごい作品が出てくるのかしら？ああ、ここからは映像の芸術性ってやつが加わってくるぜ。第7位は1965年公開、巨匠加藤康監督が初めて本格的に手掛けた人気映画の傑作、明治狂覚伝三代目襲名だ。巨匠。なんだかすごい監督さんなのね。でも、人気映画って、もっと荒々しいイメージがあったんだけど、
芸術性ってどういうこと？いいところに気づいたな。加藤監督はもともと時代劇の名将で、長谷川慎みたいな男と女の世界を描けるならっていう条件で監督を引き受けたんだ。その結果、ただの殴り込みの物語じゃない、魂が震えるような映像美に溢れた一本が生まれたんだぜ。男と女の世界。つまり、鶴田浩二さんと藤純子さんの恋愛模様が、すごく丁寧に描かれているってことなのかしら？その通りだ。主人公の朝次郎と、当時20歳の藤純子が演じる将棋所栄との、どうしようもなく切ない悲恋が物語の大きな軸になっている。そして、その二人の感情を、加藤監督のお家芸である極端なローアングルが、息を飲むほど美しく映し出すんだぜ。へえ、ヤクザ映画なのに、ロマンチックな感じなのね。なんだか意外だわ。だろ？かと思えば、冒頭の祭りで殺し屋の塩路将が、大御所の嵐勘十郎を襲撃する場面は鳥肌が立つほどの緊迫感だ。実はこの傑作、撮影期間がたったの18日間しかなく、別の撮影チームを編成してなんとか完成させたっていう逸話まで残ってるんだぜ。18日間で？信じられない。そんな短い時間で芸術的な映画が作れるなんて。ああ。過酷な状況が、フィルムにものすごい熱気を焼き付けたんだろうな。限られた時間の中で、スタッフとキャストが一体となって作り上げたからこそ、映像美と悲恋、そして伝説的な制作背景。これらが三位一体となった、人気映画の枠を超えた芸術作品なんだぜ。第6位、藤純子引退記念映画、関東日桜一家、1972年。芸術作品とも言える人気映画があるなんて、本当に奥が深いわね。もうこれ以上の傑作なんて、想像もつかないわよ。まあ待て、レイム。ここから先は一本の映画というより、もはや事件レベルの作品が登場するぜ。第6位は1972年公開、藤純子引退記念映画関東日桜一家だ。引退記念映画？一人の女優さんのために、映画を一本丸ごと作っちゃうなんて、ものすごく特別なことなんじゃない？ああ、後にも先にもこの一本だけと言われるほど特別さ。当時の東映がいかに藤純子という大スターを愛したか、その答えが、この映画に集結した東映人気オールスターなんだぜ。オールスターって、どれくらいすごいの？想像を絶するぜ。主演の藤純子は当然として、高倉健、鶴田浩二の二大看板、さらには若山富三郎、菅原文太、そして、東映時代劇の創世期から活躍した大御所、片岡千恵蔵や嵐勘十郎といった、まさに時代を超えたスターたちが顔を揃えているんだ。ひえー、名前を聞いてるだけで鳥肌が立つわ。監督もさぞかし大変だったでしょうね。メガホンを取ったのは、藤純子の育ての親でもある巨匠牧野正宏監督だ。だが皮肉なことに、この作品が彼にとっても最後の劇場映画になった。そして、この映画が公開された翌年には、仁義なき戦いが登場し、人気映画の時代は終わりを告げる。まさに時代の総決算となった作品なんだ。スターの引退と、時代の終わりが重なるなんて、運命的ね。ああ。当時、歌舞伎役者との結婚を理由に引退を決意した藤純子にとって、この映画のラストは伝説なのさ。すべての戦いを終えた藤純子が、観客の方を向いて、深々と頭を下げてこう言うんだ。お世話になりましたってな。これこそが、人気映画の時代を駆け抜けた大女優の、最後の花道だったんだぜ。第5位、日本侠客伝、1964年。藤純子さんの引退作が6位だなんて、もうクライマックスみたいだったわ。ここから先は、一体どんな伝説が飛び出すのかしら？ここからは人気映画の様式美を語る上で絶対に外せない、まさに金字塔の登場だぜ。第5位は1964年公開、高倉健主演の日本侠客伝だ。日本侠客伝、これまたすごいタイトルね。様式美って言うと、なんだかお作法みたいで難しそうだけど、難しく考えることはないぜ。結論から言えば、この映画が、後の東映人気映画の黄金パターンを全て作り上げたんだ。つまり、
理不尽な悪党の嫌がらせにじっと耐えた主人公が、仲間の無残な死をきっかけに堪忍袋の緒が切れて、たった一人で殴り込みに行く。っていう、あの胸のすく展開さ。ああ、それ、なんとなくわかるわ。我慢すればするほど、最後の爆発が気持ちいいのよね。この映画が、そのお約束の元祖だったんだ。その通りだぜ。そして、この傑作が生まれた裏には、実は東映の歴史を揺るがすほどの大きなドラマがあったんだ。もともとこの映画の主演は、時代劇の大スターだった中村金之助の予定だったんだ。でも、当時の時代劇スターとしては、新興ジャンルである人気映画への出演に抵抗があり、本人が乗り気じゃなくて、代わりに主役に抜擢されたのが、当時まだ若手だった高倉健だったんだぜ。主役が交代したの。それって、すごく大きな出来事じゃない。ああ、この主役交代劇こそが、東映の看板スターが金之助から高倉健へとバトンタッチされる、歴史的な世代交代の瞬間になったんだ。さらに監督は巨匠牧野正宏。ただの仁義や喧嘩だけじゃなく、高倉健と三田佳子、中村金之助、後のよろずや金之助とその妹役の藤間奈美、そして実生活でも夫婦だった長門博之と南田陽子っていう、登場人物たちの切ないドラマを丁寧に描いているのも、この映画がただのヤクザ映画で終わらない理由なんだぜ。そんなドラマがあったなんて、なんだか、映画そのものだけじゃなくて、作られた背景まで伝説なのね。そういうことだ。後の人気映画のいわば教科書となり、高倉健という不正室のスターを決定づけた。まさに、原点にして頂点と呼ぶにふさわしい一本なんだ。第4位、網走番外地、1965年。東映の歴史を変えた一本が5位。もうランキングがすごすぎて言葉が出ないわ。第4位は、一体どんな作品なのかしら？おう、ここからは昭和の男たちの魂に刻まれた伝説の登場だ。第4位は1965年公開、高倉健の代名詞、網走番外地だ。網走番外地、このタイトルは映画を見たことがない私でも知ってるわ。健さんが歌う有名な歌もあるわよね。その通り、主題歌とともに社会現象を巻き起こした大ヒットシリーズの記念すべき第一作だ。厳密には着流しの人気映画とは違い、刑務所を舞台にしたアクションドラマなんだが、健さんの人気スターとしてのイメージを決定づけた、絶対に外せない超重要作なんだぜ。なるほど、人気映画の枠には収まらないけど、健さんの魂が込められた作品なのね。どんなところがすごいの？まず制作の裏話が伝説級なんだ。ヒロインが出ないからヒットしないだろうって、予算を削られたモノクロ映画だったんだ。だが、その逆境がとんでもない傑作を生むことになる。あの有名な映画が、そんなに期待されてなかったなんて。だろ？見どころはアメリカ映画からヒントを得た手に汗握る逃走劇さ。健さんとクセ者の囚人が手錠で繋がれたまま、極寒の雪原を逃げ回るんだ。氷点下の極寒の中、ブレーキの効かないトロッコで雪山を滑走するシーンの迫力は、今見ても鳥肌ものだぜ。うわぁ、聞いているだけでハラハラしちゃう。モノクロの映像が、逆に雪の厳しさを際立たせていそうね。まさにその通りだ。低予算のモノクロ映画が、健さんの魅力と記載石井照夫監督の演出、そして魂の主題歌で見事に化学反応を起こした。人気映画の枠を超えて、日本映画史に名を刻んだ奇跡の一本なんだ。第3位、ヒボタンバクト、1968年。健さんの代表作が4位ってことは、いよいよトップ3ね。ここからはもう、神話の世界に突入しちゃうんじゃないかしら？その通りだぜ、レイム。ここからは、男だけの人気映画の世界に、革命を起こした伝説を紹介するぜ。第3位は、1968年公開、藤淳子主演のヒボタンバクトだ。ヒボタンバクト、ついに来たわね。藤淳子さんって言えば、やっぱりこのお龍さんのイメージがすごく強いわ。ああ、この作品こそ、藤淳子の人気を不動のものにし、全8作続く大ヒットシリーズとなった記念すべき第一作だ。この映画の登場が、
それまで男の世界だった人形映画に女侠客という、全く新しいヒーロー像を打ち立てたんだ。確かに、女性が主人公のヤクザ映画って、すごく新鮮よね。でも、当時は作るのが大変だったんじゃないかしら？まさにその通りだぜ。企画当初は、藤純子のお父さんでもあるプロデューサーの春堂浩二ですら、男の世界で女が出しゃばるのは、手の力じゃなかったんだ。でも、当時の東映のトップだった岡田茂が絶対に当たる、って企画をゴリ押しして、この伝説が生まれたんだぜ。へえ、そんな反対を押し切って作られた映画だったのね。ああ。物語は、ヤクザの組長の娘だったおゆうが、父を殺されたことで仇の道を捨て、仇を探して旅に出るっていう王道のストーリーだ。そんな彼女を陰ながら助け、最後は彼女のために命を落とすミステリアスな都政人を、特別出演の高倉健が演じている。この健さんのかっこよさも、たまらないんだぜ。藤純子さんと高倉健さん。最高の組み合わせじゃない。それに、若山富三郎さんも出ているのよね。よく知ってるな。若山富三郎が演じる、お湯に惚れちゃうおっちょこちょいな熊坂虎吉親分は、このシリーズに欠かせない名物キャラクターになったんだ。美しく、強く、そして切ない。藤純子の魅力の全てが詰まった。まさに日本映画史が生んだ最高の戦うヒロインの誕生を告げた一本さ。第2位、博打打ち、早朝賭博、1968年。ついにトップ3。おゆうさんの登場で、人気映画の世界が一気に華やかになったわね。もうこれ以上の衝撃はないんじゃないかしら？いや、まだだぜ。ここからは人気映画が到達した極地、芸術の領域に踏み込むぜ。第2位は、1968年公開、数ある人気映画の最高傑作と名高い、博打打ち早朝賭博だ。最高傑作、すごいわね。でも、どうしてこの作品がそんなに特別だって言われているの？それはな、この映画をあの文豪三島由紀夫が何の誇張もなしに名画だと絶賛したからなんだ。それまで娯楽作品とみなされていたヤクザ映画が、その様式美を突き詰めた結果、初めて芸術として認められた、歴史的な一本なのさ。あの三島由紀夫が、それは本当にすごいことよ。一体、どんなところがそんなに心を掴んだのかしら？この映画は、もはや様式美だけの人気映画じゃないんだ。脚本は、後に仁義なき戦いを生み出すことになる笠原和夫。ヤクザ組織の跡目相続っていう、どうしようもない内部抗争に巻き込まれ、義理と人情の板挟みになって破滅していく男たちの悲劇を、ギリシャ悲劇のような格調高さで描き切ったんだぜ。なんだか、いつものスカッとする話とはちょっと違うみたいね。主人公の中井を演じる鶴田浩二の、苦悩に満ちた危機迫る演技もすごいが、何より見る者の心を揺さぶるのは、その弟分を演じた若山富三郎の、ちょ突猛進なまでの熱演だ。この二人の魂のぶつかり合いが、物語をどうしようもない悲劇へと導いていくんだ。聞いているだけで、胸が苦しくなってくるわ。そんなに壮絶な物語なのね。そして、この映画を伝説にしたのが、クライマックスで鶴田浩二が言い放つ、あまりにも有名なあのセリフだ。人形どうか。そんなもん俺にはねえ。俺は、ただの、ケチな人殺しなんだ。これまで必死に守ろうとしてきた人形道を、自ら否定するこの一言は、人形映画の時代の終わりと、新しい時代の始まりを告げる号砲になったんだぜ。第1位、昭和残響伝、唐獅子ボタン、1966年。最高傑作の悲劇が2位だなんて。もう1位がどんな作品なのか、逆に想像がつかないわ。一体、何が来るの？ここまで紹介してきた東映人気映画の、歴史、様式美、秘伝、スターの輝き。その全てが詰まった、まさに頂点にして魂の傑作。栄えある第1位は、1966年公開、昭和残響伝唐獅子ボタンだ。唐獅子ボタン、健さんの歌のタイトルにもなっているわよね。大人気シリーズの中でも、特にこの作品が最高傑作だって言われているのね。
数ある傑作の中から一本だけ選べと言われたら、多くのファンがこの作品を挙げるだろうな。この映画には東映人形映画の魂とも言うべき、義理と人情、我慢と自己犠牲、そして怒りの殴り込みという様式美の全てが、完璧な形で詰まっているんだ。まさに王道中の王道ってことね。どんなストーリーなのかしら？物語の骨格は、アメリカの西部劇の名作、シェーンを下敷きにしているんだ。弟分を助けるために、やむなく人を切ってしまった主人公秀次郎を健さんが演じる。そして刑期を終えた彼を待っていたのは、自分が切った男の息子におじちゃんと慕われてしまうっていう、あまりにも残酷で切ない運命だったんだぜ。うわぁ。それは辛すぎるわ。自分の父親を殺した相手だなんて、子供は夢にも思わないでしょうし。ああ。その罪の意識に苛まれながらも、残された妻子を守るために戦う健さんの姿が、見る者の涙を誘うんだ。そしてこの映画を伝説にしたのが、池部亮の存在だ。彼が演じるのは、健さんが切ってしまった親分の兄弟分畑中圭吾。つまり、立場上は健さんは仇に当たる男なんだ。じゃあ、健さんと池部亮さんが対決することになっちゃうの？その通りだ。だが、二人はやがて互いの心情を理解し、共通の敵を倒すために手を組む。そして訪れるのが、日本映画史に燦然と輝くあの名場面さ。雪が降る夜、一本の番傘に黙って入る二人の男。言葉はいらない、背中が全てを物語る、様式美の極致だ。健さん自身が歌う主題歌に乗せて殴り込むクライマックスは、まさに魂が震えるぜ。これぞ東映人形映画、文句なしの最高傑作だ。総評またはまとめ。はあ、すごかったわ。どの作品も、男たちの熱い生き様がひしひしと伝わってきて、胸がいっぱいになっちゃった。だろ？理不尽な仕打ちにひたすら我慢を重ね、義理と人情のために命を懸け、最後に殴り込む。これこそが東映人形映画の様式美であり、魂なんだぜ。でも、どうして昔の人たちは、こんなにも彼らの生き様に熱狂したのかしら？それはきっと、日本中が豊かさを追い求めた時代に、どこか置き忘れてきてしまった日本人の心みたいなものを、スクリーンの中の彼らに見ていたからじゃないかな。不器用でも筋を通す生き方に、みんな憧れたんだと思うぜ。そして、その熱狂は時代を超え、現代の私たちにも、何か大切なものを問いかけてくるはずだ。今の時代じゃ難しいかもしれないけど、自分の信念を貫く姿は、なんだかグッとくるものがあるわね。ああ。彼らの生き様が、あなたの魂を少しでも熱くしたなら、この機会にぜひ、伝説の傑作たちを鑑賞してみてくれ。そして、高評価とチャンネル登録をお願いするぜ。皆さんの応援が、次の動画を作る何よりの励みになるからな。